この動画は1月30日に行った1時間50分にわたるライブを10分程度に編集したものです。ライブ動画が長すぎという人に向けて作っております。見苦しいんですよ、これを見せてるのが。あれは本棚だね、IKEA の。動いてる姿の方が見苦しいよ。改めましてですが、先週かな4万人チャンネル登録者突破しておりました。皆様の応援のおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。私たちも動画を頑張ったっていうのもあるんですけども、やっぱこれまで続けてこれたのはたくさんコメントいただいたりね、見てくださる方がいるからこそ、ね、はい。乾杯って何て言うんですか？乾杯はちょっとエッチなワードなんですよ。イタリア語でね、チンチンっていう音だね。チンチンっていうので、皆さんありがとうございます。じゃあ、ありがとうございます。乾杯。チンチン。チンチン。チンチンですよ。こう入れちゃダメですよ、こう。ね。いや、もうそうね。チンで切るよ。そう、こう入れちゃダメですよ、こう。最近チャンネル知ってかっこいいあちおさんと笑顔が素敵なあれさんのファンになりましたということで、中田理恵さんありがとうございます。かっこいいと言われないんだ、僕。ノーコメントです。これユニクロさんとマリメッコのコラボのシャツで、面白くないですか、これ。私は、ちょっとこれ女性用なんですけど、いつもそうだよ。これなんて言うんですかおっぱいがね、ちょっと出るんですよ。この人捨てられない人間なんですよ。そうね。本当に捨てられないんですよ。なんか、服もボロボロになってても、いや、これは寝巻きできるって言って、ずっと持ってくタイプなんですよ。だってもうね、使えるまでは使いたい、やっぱり。特にお金かけたくないもの、例えば T シャツとかなんかそんなこだわってないから。このままおじいちゃんになるじゃん、あれがね。そうね。そしたらさ、捨てられないおじいちゃんになってさ、家がゴミ屋敷になったらどうする？たまにあるじゃん。いや、でも綺麗好きだから、ゴミがたまらない、確実に。でも自分のものだったら捨てられる、割と。それか、自分が知らないところで捨てたらいいと思う。最近、あれが流行ってるじゃん。ミニマリスト。必要最低限のものだけを揃える。でもそのミニマリストはさ、自分の家じゃないところに倉庫を借りてるんじゃないの？だったらもう、ダメだよ。最近、良い関係の男性がスキンヘッドなので、アレさんの動画を見てスキンヘッドの方の心理を勉強しました。いつも仲良しなお二人の動画ほっこりします。マンネリ防止策とかありますか？のろけだらけの動画とか見てみたい。基本的に普段の生活であんまり話しないんですよ。そう。そう。だからなんか、なんだろう。無理やりに話す話す必要がないときは、なんか一日全然話せずに終わることとかあるんですよ。今度会わない日もあるね。そう。同じ家にいるのに会わない日とかあるんですよ。なので、それがマンネリ防止かな。カメラの前で彼氏とキスとかできないから、キスして動画を上げてる YouTuber さんの気持ちがわからない。私も初めそう思ってたんですけど、私はもう気づいてしまったんですよ。キスをする YouTuber さんの心理が。なぜかというと、多分日常生活でも人前でキスをすることに抵抗感がない人たちなんだと思う。わかる？そうかもね。そういう人にとっては多分カメラの前でキスしようが、どこで何をしようが多分普通なんですよ。だから、それをしてる姿を視聴者さんとかに見られてても、自分が外でやってることと同じだから、別にあんまり問題ないわけですよ。ありていに言えば、我らには人前でキスできる度胸がないのです。そういえば、俺らはもう結婚式でもキスしなかった。そうなの、私は結婚式でさえキスできなかったんですよ。
なんか私も、なんだろう、もう、これからもキスしなきゃといけないと思ったらう、んすごい変な空気が漂った。もうどうしようってなって、後ろにもう親戚とか友達みんな座ってて、やばい、なんか、これはもうキスするシーンじゃんと思ったら、でもね、しなかった。いやわかるブサイクに見えるね、俺ら。キスすると。そうなんか汚らしいじゃん。わかる？俳優でもないから。そう。ヒゲもさ、この辺生えかけてるさ、二人がさ、横向き合ってキスしたらさ、ここにちょっとヒゲ見えててさ、別にお肌もめっちゃ綺麗じゃないのにさ、そんな二人がさ、キスしてるところを見てさ、ね、美しい何得こだね。の二人みたいにならないじゃん。ね、そういう自分を安売りしたくないんです。だからなんか、僧侶とキスしてみましたとかだったらわかるけど、僧侶じゃないじゃん。いや、なんか、編集するの私なんですよ。だからさ、編集の時に、自分たちのキスしてるシーンをこうずっと見ながらこう、テロップ入れて、音楽入れてみたいなことやってるのが、私の中ではなんか耐えられないというか。あちおさんはエリートなんですか？私がエリートに見えますか？何のエリートお掃除できないエリートかもしれない。私全身見せてください。全身何の見せないといけない。だーん全身で映すことなくない？ない。だってカメラあるから。こんな感じ。なんで今ちょっと背伸びしたのよ。あちおさんの失恋話面白かった。お互いの過去の恋愛を聞いて嫉妬しないんですか？と嫉妬。二人ともさ、そんないい人と付き合ってなかったのだから嫉妬の対象にならないんですよ。本当に。ね。カップルチャンネルとかカップルでツイッターやってる人を見ると、ちやほやされてるのが好きなだけで付き合っているのかなと思ってしまいます。このような、ひねくれた目で他のカップルのことを見てしまうことはありませんか？純粋にイチャイチャできないから、イチャイチャしてる人を見るといいなと思います。僕は疑ったことないね、カップル見たら。なぜか、まあ想像不足で、なんかカップルじゃないのにそんなことができない自分だからこそ、疑えないね。でも確かに疑う余地があるよね。家計はアレさんの収入でやりくりしてくるんですか？だって。何回かライブで言ったと思うんですけど、私たちご飯作るのも別ですし、買い物も別々に行くんですよ。アレさんが俺のためになんかこうやってくれたら、アレさんの生活ができなくなる可能性もあるじゃん。全部払ってくれたら。まあね、だから私は、密かに自分で稼いでおります。そうね。まあ、はい。そう独立してますね、お互いに。そうあちおくんなんか最近ひねくれ度が増してる気がする。ストレスは少しでも外す。私はひねくれ人間なんですよ、もともと。なので、全然ご安心ください。通常運行でございますから。通常運行。通常で運行してるじゃん。電車の運行する。うんことあれもやっぱちょっと下品なことに興味があるのかな？いや、興味ないけど、発音が悪いよ、お前。裸足に革靴ですか？なんかイタリア人のイメージあるじゃん。あれはさ、モカシーノの場合ね。モカシーノじゃないとか、普通の革靴でもすごい怪我してしまうと。ね、足がね、血だらけになっちゃう。ね、いや喧嘩したとき仲直りはどちらからしますか？あれかな。そう。なんかあんまりなんだろう、深く怒らないタイプなんですよ。ね、できない。で、その深く怒らないのを見るのが私はムカつくんですよ。だって、喧嘩するじゃないですか、めっちゃヒートアップして。うざいな。それなのに5秒経った瞬間なんか、もう疲れると言ったらもう。とか言いながらこうすぐ疲れるよ。2人は来世でも夫婦になりますか？多分、親子関係になるか。もしかしたら、私が犬であれが飼い主か。
ずっと前からペットしかったけど、ちょっと来週まで待ちます。ナイス、私が犬で、あれが飼い主かもしれない。ハムスターでもいいよ。ね。専業主婦。私、職業全くできないので、そうなりたいけどね。そうなりたいけど、お金がないので働いてるんです。そうね。これからもあちおチャンネル頑張っていきます。はいはい。では、出かけの準備します。海に入るのかなそう。チャオー Tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor.